ヘナチョコ研究所が何か言ってるのでちょっと撮影しようと思います。1.5 の練習。何ですか 1.5 っていきなり言われても分かんないんですけ1.5ど。の練習してる。ですか。はい。1、2じゃなくて1.5の練習ですね。何ですか 1.5 の練習。ちょっと待ってください。はここです、ここ 1.5。わかんないと思うけど。わかんい。ないと思う。もうちょっと噛み砕いてこう。はい。このここ今がね 1.5 だった。俺の中で。今が 1.5 だったらしいですよ。ここ 1.5。だからんすその何をここがね 1.5 なんだよ。何が 1.5 なんですか。まずその何が 1.5 かをちょっと教えてもらわないと分かんないですけど、全く。今までは、あ、そう今までのあれを言ってもらもう1と2、1段階2段階しかなかった。う。それは何がですか。タイヤのグリップが。ドリフトの考え方として、はいはいはい。三角形とか、三輪車とかっていうイメージがはいはい1と2しかなかったんだけど、それは前のタイヤの、後ろのタイヤ。後ろっていうかハンドルを切ハンドルを切ってってリアのグリップを上げるっハンドルを切ってリアのグリップを上げる。ていう練習。それはグリップでは説明できないんですか。グリップでしてる。グリップでちょっと普通まずはその今までそのなんか分からんけど 1.5 がなかった時は、どの感覚。 1.5 でなかった時は、ドリフトしちゃってたのね。グリップができてなかったんだけど、1.5 を使うとこうちょっときつくだね。分かりにくいな。いいですよ、待ちますんで。その 1.5 とやらが出るのを待ちますんで。出た時に言いますよ。出た時にですか。わかりました。ずっと取っときますんで言ってください。今のは西尾アンダーですね。ちょっとね 1.2 だった。1.5 じゃなかった。西尾アンダーが出ました。今が 1.5 だったんだよね、俺の中で。ここがね 1.5 だ。うまくできない。まだ俺も練習中なんで。説明だけうまくしてもらうといいですか。まず全く今何を言ってるのかがまずわからないんですけど。前置きがないと絶対わかんない。なんかそう前置きを前置きは、何でそれを気づいたかから話した方がいいんじゃないですか。某ゴリドさんの、YouTube を見て、はいはいはい、グリップの練習会っていうそれを見て、ハンドルを切ってグリップの場合ハンドルを切ってリアタイヤに舵を乗せてグリップを上げるっていう言葉を聞いて、自分の中ではそれがなくて、アンダーが出た時、リアが飛びそうになった時に、この内に切ってリアのグリップを上げるっていう感覚がなくて、内に切ってリアのグリップを上げるっていう感覚がなかったのが、そこを自分の中では 1.5 って呼んでる。1段階、今まではグリップがブレークさせてドリフトするか、1か2しかなかったの。1段階目か2段階目しか、こんな感じ。グリップちょっとグリップで走ってもらっていいですか。グリップで、その 1.5 とやらが使えなかった時のグリップで走ってた感じを。 1.5 のグリップで走るとこういってもクラッシュしてたわけですね。アクセルブレーキハンドルしかなかった。アクセルブレーキハンドルしかなくて、アクセルブレーキハンドルが1段階か2段階しかなかった。普通にですね、普通に、山道とかを走るとしましょう。ちょっと頑張って山道を攻めてみたとするじゃないですか。ドリフトじゃなくて普通にグリップで、でコーナーに入りました。曲がりきれないスピードかどうかギリギリぐらいで突っ込みました。この先は
ここでこういうので飛び出さないようにっていう。だからもうやめるか、だからやめる感じになってたんですかね、今までは。普通に山をもしちょっとスピードを上げて走ってた時は加速するでしょ。加速してきて、加速してオーバースピードで入りました。ブレーキング、ハンドルだったの、これしかなかったの、上の中に。曲がれるスピードまで減速してあげてですね。加速してブレーキハンドルしかなかった、こうブレーキハンドル、1、2しかなかった、でその曲がれるスピードまで減速してたっていうことですよね。もうここがずーってきてブレーキング曲げる、でそのブレーキが減速しきれないぐらいの突っ込みをしていた場合はぶつかってた俺今まではぶつかってる感じですね。ぶつかってるから、その操作の感覚がなかったんです、だけどこうブレーキしてこのハンドルを切ることで、これでこうリアのグリップを上げる。その時はアクセルはハーフ、その俺はもうその怖いからドリフトでもうアクセル全開なんですよ。加速してきて全開かオフか。そう、ブレーキの全開に。そんな感じですよね。もう飛ばせるだけの加速をしてブレーキでガーンってもうここでもう消しちゃう、消しちゃってグリップをもう飛ばしちゃう。それがそのここでハンドルをこうすることで、これがね俺は今 1.2 だ 1.5 だったんだけどそれもう10年ぐらい前からずっとなんかだからすくい上げるっていつも言ってるような感覚ですよね、おそらく。多分それですよね。すくい上げるプラス、ハーフでそうだからすくい上げるにはハーフも当然そのタイヤのリアタイヤがもう完全にこうブレークするところまでのアクセルのじゃないんですよ。その最大限に生かしてやるところのだから車速に応じて当然タイヤの回転数って違うので、すくい上げるっていうのとの話かな。もう一個前にその俺が思ったのが、このハンドルを切るって時に、このハンドルを切ってアクセルを入れるとすくい上げるんですよ。こう来て、ハンドルを切ってアクセルですくい上げる、そのハンドルを切るっていうところで、これだったら右のタイヤに、そのキャスター角のタイヤがこう持ち上がる、その角っていうのでまず斜めになって、そこからアクセルを踏むとグッと上がフロントが上がるっていうのがあるんだって気づいたね。多分10年ぐらい前から言ってるんですけど、俺の説明が悪かったんでしょうねだから結局そのタイヤのグリップをそれも今まで感じれてなかったっていうことですよね。知らなかったから。そう知らなかったから、そこがあるっていうのを知らなかったのが練習ができなかった。知らないから練習ができない。でもそれをやるとですよ、後ろのタイヤのグリップだけじゃなくてフロントのタイヤのグリップもっていうのが分かりません？フロントのそれも分かります。ですよね。ハンドル切ることで接地面が減ってグリップが減るっていうのも折戸さんが言ってた。だから結果的にその前タイヤよりもリアタイヤのグリップが上がるから、そのフロントを殺すっていうか、フロントを落とすっていうグリップの使い方。だからそっからが引きずるなんですよね、横に。そうですね。タイヤを。そっからが横にタイヤを引きずって右から左に移ると、そのステアリングで向きを変えるんじゃなくて、こうなるほど。 1.5 ちょっとなんか違う呼び方にしてもらっていいですか？分かりにくいですよね。 1.5 っていきなり 1.5 全然分からんですよね。ここはね、これ俺今分かります。なんかすくい上げるって言ってるとこですよね。これは 1.5 今使ってた。1.5 なんて言ったらいいんですかね。分からなかったです大体言ってることの8割ぐらい分からないのでですねで結局それはドリフトでも同じことがあるんですよね。
カウンターが当たってても結局そのハンドルを使うことによってその同じような遠心力が結局舵を回すっていう感じなんですかね、それが。そうね、まだちょっと練習中だからその表現ができないんですけど、やりたいことは多分合ってるんじゃないかなとだから使えるものが増えたんでしょ、それに気づいたことによって。そうだからそういうことです、そういうことです。今までが2段階しかなかったのが 1.5 が増えることで3段階、自分の中では3段階になって、まだ今までが 2段階だったから、その3段階の練習ができてる、でもその違いが見えたから今練習ができる状態にやっとなったということですね。わかりました、宮本さん。はいなんとなくわかりました。さすがですね。俺はなんとなくしかわからんかった。山のまあちょっとまだね練習中。そうですね。ちょっとそれを走りで見せてもらいながら説明してもらえるようになるともっとできるようになったらもうできましたよって言います。そうですね。ドローンでって余計わからん。なるほど。でも使えるものが増えた方が走れなくても楽しいですよね。その感じれた瞬間とかが、今までなんとなしにやってたところでちゃんと感じて使えるんじゃないかなってコントロールができる、コントロールをしようとするじゃないですか。まだねできてないからあれだけど、やるこれわかるでしょ。一席前に俺が悩んどったところ多分それがねまだねスムーズにできないから。いや俺もまだだできる時とできない時がある。それトムちゃんのやつそうですね。こうやって動画を撮ってるじゃないですか。そうすると結局コントロールをできる範囲っていうか、そのコントロールしてる時間が長くなるので、上手に走れなかったとしても、車がここでこういう風にしたいんだろうなっていう動きが見えるんですよ。なるほど。だから追いやすくなるんです。その本人が制御できてない絵を追うのってめちゃめちゃ難しいんですよね。これとかほら一生懸命なんかこう今しようと思ったけど何もできなくて行くんだろうなって分かったから綺麗に収めれるんですよね。だから撮ってる方、見てる方もそれが見えた方が面白いのかなと思いますね。かっこいい走りをするとかっていうのはもうそういうのがいろいろもっと使えるようになってからの話ですよね。宮本さん。はい走れないのに求めたらいけないそうですね。当たらなくてもいい単価にぶつからないといけないかもしれないからですね。突然動画見てて西尾さんが突然今の抜き方が荒かったな。バレました。入れ方が今の荒かったな。そうだから意外とそれが分かってきてコントロールしようとすると入れる方よりも抜く時のこの車の動きに合わせて抜いてあげないと次がつながらないじゃないですか。っていうのに気づいてくるともっと車のこのコントロールしてる時間が長く使えるようになってくるというかですね。抜きすぎだな。すぐ戻ってそこが難しいんだよね。だって実写だと
そのクラッチを切らない限りはエンジンの動力はつながってるじゃないですか。だからアクセル戻したとしてもいきなりストンとは落ちないですよね。タイヤの重さとかもあるし、タイヤホイールの重さとかもあるし、ラジコンの場合はパッとニュートラルまで戻してしまうといきなりクラッチを切った状態になってしまうんですよね、実車でいうと。でまたバッて入れたら今度はクラッチを回転ちょっと上げた状態でパンとつないだような動きになるから、結局減ってるみたいな。そうだからクラッチパッと切ってうわーってこうレブってで慌ててクラッチをパッてまたつなぐみたいな動きになってしまうんで。さあ出るか 1.5。 この進入じゃ 1.5 には入れないんだな。ダメだな、開けちゃうよね、アクセルいやその姿勢が今できてずに入ったじゃないですか。であの後にそれを同じことをしようと思ってもその姿勢にはならないんですよね。ならないんだな。ならないんですよね、あれじゃですね。教えてやった方がいいんじゃないですか。でも最初よりはなんかスムーズになってきたような。ですね、初心者には見えないですよね。口はエキスパートですけどね。スーパーエキスパートですけど走りは初心者ですから。いやー、なんか違うとこ行ってるんだよな。そこは宮本さんが気づいてるんでちょっと聞いてみてください。一人走るともうほら、こっからもうこうなっちゃうのね。こうなっちゃうの、俺の癖がね。だからそれをしないように。同じあれだったら多分分かるんで、見てで川田さん喋ってください。ちょっ俺が喋るの。と、は見るから。い、説明してあげてください。 1.5。 ああ、今のは分かる。わかります。今の分かる。何ですか宮本さん、 1.5 が分かるんですか。いや、なんとなく今さすがですね。これだろうな。そこそこ。これってきたよね。そうそう。選択するんですよ。宮本さん言ってください。カーンタンです。カーンタンです。言わないです。これですよね。そう。そこをね、我慢できないのよ。スロットル開けちゃうんだよね。俺のイメージですけど、簡単にこう考えると、後ろのタイヤを押さえつけて走る。例えば右コーナーだったら右の後ろの荷重を残す。こっちだったら反対の回転に抜きすぎないように抑えて走る感じ。その時のなんかアクセルの感じです。アクセルよりもそのハンドル、ハンドルはの動きを知りたい。ハンドルは進めるイメージじゃなくて、これを習ったのに横 G を全体にこう真横に G をかけるような感じの走りっていうんですかね。それに対してそうするためのハンドル。そうだからフロントタイヤに荷重が乗りすぎてたら、さっき言ってたじゃないですか、切り込むっていう考えがなかった。だからもうフロントタイヤが仕事を与えすぎてたら、その仕事を後ろのタイヤにも、分けないといけないです。これがだけ前だけだとそうなんです。だからこれだけだとちょっとフロントに負荷かかってアンダーにしかならないので、これを前と後ろ、片方の2つのタイヤに G をかけて分散する。前後ので前後ろ。前後違う右側の前前後ろ。なるほど。
左の前後ろ。だから遠心力かかってる方向がここで来たらここでブレーキってフロント一応ちょっと荷重かかるじゃないですか、抜けるときこの辺はもうこう横にこう G がかかってる状態で、左の前後ろでなんつうのグリップしてる感じをイメージで、ここもうまいな。多分こういうことですよね、多分なのかなと思ってますそうそして後ろに仕事をちょっと分けてやるとフロントタイヤの負担が少なくなるから、フロントタイヤが結局切り込むことができるんですよ。最悪わかります？遊そうフロントタイヤの仕事が限界。びハンドル使える最悪。だから一つのタイヤで曲がるんじゃなくて二つのタイヤで曲がった方が曲がるわけ、走るっていうかグリップが高くなるわけじゃないですか。それが荷重を回してあげることで後ろのタイヤに仕事を分けてやるような感じの荷重移動をしてやるとハンドルを切って後ろのタイヤのグリップを上げるっていうことができるんです。座ったのはハンドルをなんか常にこまめに若干ちょっと説明が下手くそですいません。いや大丈夫です。なんかこういうイメージこんなことかなと思ってハンドルとアクセルの両方とも使う感じなんですけど、ほらフロントタイヤが頑張りすぎとってでしょ。ほらフロントタイヤもうそれ以上切っても結局後ろのタイヤのグリップ上がらんじゃないですか。でそれで切って後ろのタイヤのグリップが上がるっていう状態を作ってあげないといけないということですよね。荷重を回してあげて。その曲がる方の外側のリアタイヤをなんとなく押さえつけて、荷重を逃さないようなイメージで走ると。使うとそういうイメージで走る。そうするとアンダーとオーバーの間がコントロールできるようになるんですよね。そう押し押しさせないぐらいの回転アクセル。そうすると癖とかじゃなくて多分車の姿勢をハンドルとアクセルで保つようなイメージになってくると手は多分勝手に動くんですよね。ですね。だってその食わせようとかグリップをなんとかって言って探るアクセルってやってみて反応が出てからしかわからないじゃないですか。でも姿勢を常にコントロールしてる、こういう風に持っていくっていうイメージでいくと、姿勢をコントロールするっていうんですかね。っていう意識でいけばその姿勢を維持するための必要な動作をしないとっていう部分になってくるから、体はそれに合わせて動いてくれると思うんですよね。今一瞬横に行ったんだけどな。回して回りきってない。回った、上に回った、上じゃない。そういいよ。
回りすぎたさあ右後ろに回して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 、右後ろに行かんですよね。そうそれをするだから進入のところからそれを意識しながら持っていかないといきなり回そうと思って回らないですよね、荷重って。で荷重っていうのは対角線にもいかないんですよ。対角線に今行ったとしてもその後今度は回せないんですよね。だから常にこうぐるぐる回すというか、右前左前右左後ろで右後ろにこう回った荷重をとどめようと思ったらアクセルは使わないととどめれないじゃないですか。そういう感じで見ていくと、その姿勢を保つためのって意識すれば体は指はちゃんと動くと思うんですよね。ただそれをグリップを探ろうとかっていう操作をしようと思うと難しいのかなと思いますね。逆に動かないのかな。